待たせたな。こちらの準備は終わった。了解だ。では状況を整理しよう。3日前、僕たちがいるこのリューネベルクが超合衆国に対して宣戦布告を行った。理由は先日のキルアニア共和国での一件ということだけど、おそらく建前だろうな。実際はパイドパイパーを介してフレイヤを手に入れたからだろう。ああ、ゼロからの情報だと他にも3発ものフレイヤがこのリューネベルクに持ち込まれたらしい。合計で4発。これでは黒の騎士団もおいそれとは手出しできない。それに加えてナナリーら人質の件もある。リューネベルクに身を寄せる元王子のカリスに招待されてね。カリスはまだ9歳だ。おそらくノーランドの指示によるものだろう。このタイミングだ。フレイヤとナナリーが揃ったことで宣戦布告に踏み切ったと見るべきだろうね。ナナリーさん、確かにフレイヤと人質をちらつかされてはリューネベルクへの強硬な姿勢を示すことはできんだろう。特に今の超合衆国評議会ではな。だが幸いなことに僕たちがここにいる。黒の騎士団と連携してこの事態を打破するんだ。打破するって、そんなことできるんですか？俺たち5人しかいないんですよ。大丈夫。こっちには天才的な戦略家がいるからね。お前な、ここまで来たら戦略もないだろう。ナナリーたちを助け出しノーランドを止める、それしかない。とか言いながらそのための作戦はすでに君の頭の中にあるんだろ。お前少し会わない間にずうずうしくなったな。大人になったと言ってくれ。まったく。ではまず俺たちの作戦目的だ。目的は大きく2つ。1つはナナリーら人質の救出、もう1つはノーランドの捕獲だ。パイドパイパーじゃないんですか？パイドパイパーを捕まえてフライデーやサーシャを。早まるな相馬。確かに僕たちはパイドパイパーを捕らえるためにここに来た。しかし現在リューネベルクは全世界の脅威となっている。この事態を解決しない限りパイドパイパーを捕らえることも子供たちを助けることもできない。まあ話は最後まで聞いてくれ。ノーランドの捕獲を最優先にしている理由はフレイヤだ。でもフレイヤは。当然黒の騎士団でもその対応策を取っているだろう。しかし完璧じゃない。それほどフレイヤという兵器は危険なものだ。それならば撃つ前に頭であるノーランドを抑えるというわけだな。そうだ。国王でもあり軍司令官でもあるノーランドを抑えればフレイヤの脅威はなくなる。わかりました。さて目的を明確にしたところで、ここからが今回の作戦だ。開戦からこの3日間、主要住居であるカイゼルブルク宮殿に戻った様子がないことから、ノーランドはクリスフォート軍基地にいるものと考えられる。一方、ナナリーら人質となっている者たちはカイゼルブルク宮殿から移動させられた形跡がないため、宮殿内に囚われている可能性が高い。そこで俺たちは軍基地と宮殿、その両方を同時に襲撃する。同時にか。確かにどちらか一方が成功したとしても対応策を取られ、もう一方の達成が難しくなってしまうな。確かにそうすべきだと分かってはいるが、いかんせん、こちらにはソーマンを合わせても5人しかいない。絶対的に人手が足らんわ。とは言っても奇襲作戦である以上、黒の騎士団やグリンダ騎士団に応援は要請できないし、その時間もない。だからこの7人でやるしかない。7人？ここには5人しか。新鮮なオレンジいかがですか？なのです。プレイヤーエリミネーターか。確かに条件が非常にシビアだ。手だれのパイロットでなくては成功させるのは難しいな。そこで私の独断で担当するものを決めさせてもらった。1人目はジノ・バインベルグ大将。当然だな。2人目はコーネリアリ・ブリタニア大将。そして私だ。待ってくれゼロ。コーネリア様の代わりに私が。私に恥をかかせるな、ギルフォードよ。それにお前は目の問題があるだろう。それは相変わらず心配性なやつだ。それよりも
ゼロ。フレイヤは4発だと聞いているが、最後の射手は誰になるんだ？私です。彼来てくれたのか？当たり前でしょ。こんな一大事にじっとなんてしていられないもの。光月が来てくれたのなら心強いな。フレイヤに対応するのはこの4人。現在急ピッチでそれぞれの機体をフレイヤエリミネーター用装備に換装している。準備が整い次第リューネベルク制圧作戦を開始する。しかしゼロ、フレイヤはいいとして例の救出班は本当に大丈夫なのか？黒の騎士団の人間ではないんだろう。心配は無用だ。彼らならきっとやり遂げてくれる。